ようございます。ケンです。今日はテスラにとって重要なニュースがいくつか出てきています。一つ一つを深掘りしながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まず結論から言います。テスラは今確実に次のステージへ進んでいます。イーロン・マスクさんの報酬パッケージ問題で揺れているように見えて、実際は投資家との信頼関係を再構築しながら世界戦略とテクノロジーの拡張を同時に進めています。イーロン・マスクさんへの賛否、インド戦略の加速、V2L 機能の拡大、そしてセントリーモードが犯罪捜査に使われるという現実、これらはすべてテスラが単なる自動車メーカーではなく AI、ロボティクス、エネルギー、そして都市インフラ企業へと変貌している証拠です。今日はその全体像を順番に紐解いていきたいと思います。まず注目すべきなのがイーロン・マスクさんの報酬パッケージをめぐる投票です。この報酬案はテスラの時価総額と業績達成を条件とした史上最大級の報酬パッケージです。しかし、すべての投資家が賛成しているわけではありません。一部の ETF を通じた票では反対扱いになる可能性があると報じられ、テスラの投資家の間でも議論が起きました。特に大手資産運用会社のチャールズ・シュワブに関して当初は反対または危険と見える動きが伝えられ、オンラインで反発が高まる場面もありました。ただ、その後シュワブ側からは最終的には報酬案に賛成する意向を持っているという説明も出ています。つまり現時点では一部に反対や懸念、企業としては賛成方向の姿勢という複雑な状況になっています。重要なのはテスラとイーロン・マスクさんを支持する投資家が多い一方で、ガバナンスや株主価値をどう守るのかという議論が活発化しているという点です。これは単なる賛否の問題ではなく、テスラが経営の成熟期に入ったシグナルとも言えます。この動きはイーロン・マスクさんがテスラの未来を牽引する存在であると同時に、企業として株主とのバランスをどう取るのかというフェーズに入っていることを示しています。急成長のフェーズではカリスマについていく構造が機能しましたが、次の章ではカリスマの力を活かしつつ企業ガバナンスも磨く段階です。この調整こそテスラが次の10年に向けて体制を強化している証拠でもあります。そしてこれがなぜ重要なのか、一つ興味深い点があります。最近個人投資家の間でもしイーロン・マスクさんの報酬案に反対するなら資産を別の証券会社に移すという声が増えてきました。つまり投資家が資金と声を使ってプレッシャーをかけてきたわけになります。結果としてシュワブは賛成を表明し、テスラ投資家コミュニティはこれを歓迎しました。これはテスラの投資家の結束力と未来にかけたいという熱量を示していると思います。昔の株主構造とは違い、今のテスラはユーザーと投資家が未来を作ろうとするコミュニティで成立しています。それがテスラの強みです。では次に行きます。次のトピックはテスラがインド市場で重要な動きを示しているという内容です。ランボルギーニでインド事業を統括していた幹部をテスラが採用しました。これは明らかにインド市場に本格参入するための布陣です。インドは人口世界一で今後の自動車市場の伸びも大きい。ただし EV 化はまだこれからで、政治や政策の不確実性もある難易度の高い市場です。ところが、あえてその市場に欧州ラグジュアリーブランド出身の人材を置く。これは単に車を売りたいのではなく、ブランド価値を高め、現地で強い存在感を作る戦略だと思います。そして中国モデルの再現、製造、販売、インフラ、ソフトウェア、その全てを現地で完結させ、アジアの巨大市場を取りに行く。テスラの次の成長ドライバーとして、インドは間違いなく注目です。続いて V2L 機能の話です。中国市場向けのモデル YL にソフトウェアアップデートで V2L 機能が追加されました。車から外部の家電や機器に電力を供給できるというものです。つまりテスラ車が移動式蓄電池になるということになります。キャンプで便利というレベルの話ではありません。停電時の電源、災害対策、そして今後はグリッド全体との連携。例えば家の太陽光で昼間に充電し、夜に車から家へ電気を供給する。
これはすでに一部の市場では一般化してますが、テスラが本格的に踏み込むのは意味があります。なぜならテスラは車だけではなくパワーウォール、メガパック、そして太陽光発電まで持っているからです。車と家と電力会社がネットワークでつながり最適化される未来、その入り口の技術です。さらにセントリーモードについて、シアトルで起きた銃撃事件の犯人逮捕にテスラのセントリーモードが決定的な映像を提供し、警察が容疑者を特定しました。もはやテスラ社は動く防犯カメラとして社会に存在しています。そしてこれが重要です。この映像は FSD の学習データにもつながり、車が街の状況を学習する。そのデータがまた FSD の精度を高める。つまりテスラは走れば走るほど賢くなるネットワークを持っているんです。Google の検索データが Google を強くしたように、テスラの走行データがテスラを強くする。この構造がある限り、競合が追いつくのは簡単ではありません。はい。ということで、ここまで見てきた流れを踏まえて、テスラの未来について考えてみましょう。テスラは今、明確なフェーズに入っています。車の企業から AI とエネルギーの統合企業へ、そして都市インフラを支えるプラットフォーム企業へ、イーロン・マスクさんの報酬問題は、この大きな移行を誰が指揮するのかという話。インド戦略は世界の需要拡大に備えた布陣。V2L は電力の民主化、災害対策、分散インフラの第一歩。セントリーモードは治安とデータネットワークの結合。これらはすべて一本の線でつながります。それはここ最近僕は言っていますが、テスラは社会の OS を作ろうとしているのではないかということですけれども、この流れ皆さんはどう思いますか？テスラに求めるのは車の会社であることですか？それとも未来の社会をデザインする会社であることですか？僕は後者だと思っています。そしてその未来にかけたいなと思っています。あなたはどうでしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では本日のコメントを紹介します。本日はしげっぷチュピチャパさんのコメントです。テスラはもうすでに AI イノベーションカンパニーという最大な夢に突入したんですねというコメントいただいております。ありがとうございます。僕はその通りだと思います。テスラはもはや車の会社ではなく AI がメインの会社です。その中の事業の一つに自動車業があるという位置づけだと僕は思っています。ロボタクシーの収益、FSD の収益、オプティマスの収益、これがメインの収益になっていくと、一層この傾向が世間一般にも広がっていくんじゃないかなと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は10ドル以上上昇し、現在454ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロ全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けします。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてみてください。そして現在モデル X に関しては1台在庫車として持っています。モデル X の中古に興味がある方はぜひお問い合わせをください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。